僕の秘密を知られた。よりによってあんな奴らに。ようこそハウスでありーべ。さあ聞かせてください。あなたの心の中にある悩みを。で、ここの資料なんだけどさ、もっと詳しく数値出したいんだよね。その方が研究テーマにも合うし、みんなもやりやすくなると思う。そんな感じでいこうと思うんだけど、大丈夫かな？オッケー、問題なし。じゃあ俺こっちの資料のまとめをやるわ。よし、それじゃあ。おい、ゆうき、聞いてたか？なんだっけ。はぁ、ったく。今度のグループ発表の内容の作業分担について話してただろうが、お前、同じゼミ生なのに協力する気ないのか？ごめん、そういうつもりじゃなくて、ちょっと最近寝不足で。寝不足が言い訳とか、ガキみたいなこと言ってんじゃねえぞ。お前がミスったら俺らの評価も下がるんだからな。いいか？絶対中途半端なもん持ってくんなよ。わかったか？わかったよ。ごめん。勇気は今年で大学3年生、ゼミに所属してひたすら研究に明け暮れていた。しかし勇気の内向的な性格と強気なゼミ生たちの性格が折り合わず、勇気はいつも苦しい思いをしていた。ただいまっと。今日も疲れたな。また今日も嫌味を言われたよ。やっぱりもっとおとなしい学生が集まるゼミにしておけばよかったかな。この瞬間が一番癒される。昔からあまり人と仲良くできなくていろんなこと言われてきたけど、君たちは僕に嫌なことは言わないからね。一人暮らしの勇気は昔から人形を集めるのが大好きだった。人形といってもフィギュアやプラモデルではなく、本格的な日本人形やアンティークドールだ。両親もこの趣味は理解してくれなかったし、やっぱり僕は特殊なんだろうな。人形を集めてるっていうのも多分みんな引くだろうな。でもいいんだ。僕が好きなものを誰にも止める権利はない。人形だけが僕を裏切らないんだから。さてと、今日もやるか。勇気は毎日人形の手入れを欠かさない。人形だけが唯一の理解者で、自分を受け入れてくれる存在だからだ。毎日夜遅くまで手入れする。そのせいで勇気はいつも寝不足だ。だが勇気にとってそれは問題じゃない。人形と触れ合うことで勇気は自分を保っていられた。それから数日後、勇気が所属するゼミのグループ発表会が大学で行われた。そして勇気たちのグループの番にしっかりと揃えた資料をもとに発表を行うはずだったのだが。よし、次は俺らの番だな。ゆき、資料のコピーをくれ。わかった。あれ？ない？どこだ？どこ行ったんだ？コピーしてカバンの中に入れたはずなのに。早くしろ、もう時間がねえんだぞ。そんなこと言われても、なんで？どうしてここに入れたはずなのに。勇気が用意していたはずの資料は発表する上でとても大切なもの。資料がなかった結果、勇気たちのグループは発表すらできず、最低の評価になった。なんで今日に限ってこんなミスをしたんだと、周囲のゼミ生たちからも責められた。それからというもの、勇気は今まで以上にゼミに居づらくなってしまった。陰でこそこそ悪口を言われたり、時には全然関わりがない人間からも使えないやつと罵られたりもした。なんでだよ。なんでこんなことに。ちゃんとカバンの中に入れてたのに。なんで？俺は、聖司とヨシキ、あんなところで何話してるんだろう。いや評価は下がっちまったが、それより本当面白かったな。あの時の勇気の顔。ほんと持ってきたはずなのにって言って必死に探してやがったな。マジで大爆笑。まさか俺たちがあいつのカバンから資料を抜いて隠したなんて夢にも思わねえだろうな。にしてもお前も悪いやつだな。もともと資料を忘れたろお前だろ。お前だって当日になってやるの忘れてたって言ってたじゃねえか。俺たち二人揃って資料を用意できなかったなんて言えねえしな。だからあいつに代わってもらっただけ。まああいつが役に立ってよかったよ。ひってえやつ。なんだよそれ。なんだよてめえ、盗み聞きか？叫んな。なんでそんなこと許さない。絶対許さないぞ。許さない？なんでお前に許してもらわなきゃいけねえんだ？むしろ感謝しろよ。俺たちの役に立てたんだからな。それに変わり者のお前が何言っても誰も信じねえよ。お人形遊びが大好きなやつなんか。なんでそれを。カバンの中に人形入れてるなんてもうやばいっしょ。みんなに教えてやろうかな。Haus der Liebe。
僕の秘密を知られた。よりによってあんな奴らに人形を好きなのはどうしようもないんだ。でもこのことを周りに知られるのは嫌だ。変わってるってそんな風に思われるのは嫌だ。いつもみんな趣味が人とは違うってだけで僕の全てがダメなように言うんだ。ずっとこのことで子供の頃から僕は苦しんできたんだ。教授にバレて期待されてる僕の論文に影響したらどうしよう。研究に影響したらどうしよう。なるほど。それがあなたの悩みですか。大丈夫です。安心してください。私があなたのお力になります。どうぞ、こちらを受け取りください。占い師が渡したのは、丁寧に織り込まれた紐と、細かい装飾がついたヘアゴムだった。これは、ヘアゴム？うわぁ、すごく高そう。これって結構高いですよね。すいません。僕はあまりお金持ってなくて。お代はいりません。お代はすでにいただきました。あなたの経験した苦悩の思い出、記憶。ですが、このヘアゴム、一度身につけたら決して外してはいけませんよ。そう、決して。占い師の言葉に半信半疑ながらも、ヘアゴムを受け取った勇気は、そのまま腕につけ、店を後にした。ヘアゴム、こんなのつけたくらいで悩みが解決するなら世話ないよ。と思いながらも、勇気はなぜか何の違和感もなく身につけてしまった。まあ、お金を持っていかれたわけでもないし、別にいいか。はぁ、やっと帰ってこれた。今日は一段と疲れたな。あれ？なんだこれは。そして数ヶ月後。おはよう、みんな。おはようユキ。おはようユキ。この間は宿題手伝ってくれてありがとな。気にしないでよ。ああ、そうだ。この間のお礼受け取ってくれよ。俺のお気に入りのお菓子なんだ。ありがとう。気にすんなよ。俺もユキと仲良くなれてすごい嬉しいぜ。俺もこれからも仲良くしてくれよな。ああ、そうだ。今度俺にも人形の手入れの方法を教えてくれよ。うん。残念だ、ユキ。どうやら私の見込み違いだったようだ。お前がそちら側を選択するとは。友人に反論する一面も持っていたから、自分の殻を破れるかと思ったのだが。なあ、ユキのやつ、最近なんか変じゃないか。なんていうか、おどおどした感じがなくなってさ。まあ、あいつを見てイライラすることはなくなったけど。確かに。だけど、今のあいつの方がいいから別にいいんじゃね？何か気になるのか？いや、なんというか、完全に自分の世界に閉じこもってるような感じでさ。今のあいつ見てると、こう、人形っぽいというか。まあ、前みたいにイラつくような無駄な動きはなくなったな。というより、なんか、無機質というか、目に光がないというか。いいじゃないか。あいつのおかげで俺たちも楽できてるんだからよ。今まで以上に都合のいいやつになったんだからさ、気にすんなよ。まあ、それもそうだな。考えすぎか。勇気、お前の本当の問題は、自分の本音を言えないことや趣味のことではない。承認欲求が強すぎることだ。お前は素晴らしい能力を持っている。だから、他人からの評価など気にする必要もなかった。他人の考え方を変えることはできないし、他人に受け入れてもらうことも至難の業。だが、己の能力を信じ、自信とプライドを持って毅然としていれば、お前の趣味を公言したとしても、人はお前を認めたかもしれぬ。だが、勇気は自宅の部屋でいつもの日課である人形の手入れをしていた。他人から見た自分を気にし、否定されることに恐怖を感じて耐えきれなくなった勇気は、唯一の理解者と思った人形に同化してしまったのだ。そして人形の性質を持つようになってしまった。勇気よ、結局お前に賛同する人形の世界を望むなら、それもお前の人生かもしれない。だが現実の世界では、お前は他者にとって都合のいい操り人形だぞ。さあ、思う存分幸せになるがいい。現実と幻想の人形の世界。